どうも、くぎです。どうも、トイです。はい、じゃん !26 号やばい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 。一生これ話すやんって思ってるんじゃん、みんな。そうですね。ね、そろそろしょうもないランキングみたいとか思ってへんみんな。東野ランキングとか恋しくなってけへん。4日連続ジャンプのお話ですが、そういう場合ね、週はね、密度がそう不思議よね。あんまり話進んでないのにこんなに話す内容あるってすごくない？今週。いや、すごいよ、もうほんまに。いや、ほんまにすごいんやけど、そう昨日はね、ジョイボーイについての深掘り動画と、今僕の思ってるその最新のね、情報からの考察をお話ししたんですけども、はい、たくさん見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、黄泉の国ということを、まあお話しするんですけども、はい、その前に一つちょっと思ったことがあって、ほいほい。覇王色の覇気ってまとえるんですねってことが判明してるじゃないですか。そうね、最近ね。そう、覇王色の覇気まとうって意味わかんないと思ってて、おせっかくね、その頂上戦争編で三大将がこうやってバリアみたいなの張ってたやんか、あれ竜王なんだみたいな。おでバリアっぽいもの張れるんだとか、ナイフで破壊してその首輪を外すとか、そうね。そう竜王っていうものは武装色を応用した技みたいなことで、ようやくなんか分かってきたのに、確かに確かに。ここに覇王色まとうって新しいなんか概念出てきたんですよ。そうですね。そう武装色って見えない鎧を着てるイメージってことがあったのに、覇王色をまとうってことはそれと同じじゃないんですかって思うんですけど、ニュアンスちょっと違うのかいや、やっぱ違うんちゃいます？な。何がどう違うの？戦国もこうやってバーンと衝撃波出してましたけど、多分あいつもね、覇王色まとってたと思うんですよ。まとってない。そうだからこそ威力が普通の竜王とかともレベルがちょっとちゃうよみたいな。ジョイゴか。そう三大将やったらこうやってやって弾き返すだけやったけど、戦国はバーンってやってボーンってなってましたよみたいななってましたよ。感じの違いがあると思うんですけどね。なるほどね。小田先生もこのわずか短期間ではい2つ覇気の応用みたいなのを入れてくるって結構異例だなと思って。いや、そうよね。ワンチャン今の状態だったら、いらなくない？竜王わざわざルフィにここで覇王色をまとわせるっていうのはキュッて僕短くしたんやと思うねんな。はいはい、そうもうちょっと後半で出してもよかったんやけど、物語をちょっとスピード感を増すためになるほど、結構今出そうって思ったはずなんですよ。確かにね。そうでもこのまとうおかげで、このビッグマムとかがなぜダメージを受けないのかとか、そういうのがちょっと分かった気しますよね。ちょっと詳しく。いや、このビッグマムも鋼鉄の、ボディみたいなの持ってる言われとって、ダメージ食らわんわけなんですよ。カルメの写真を潰れた時だけダメージ食らうよとかもあったんですけど、それも結構なんか曖昧な感じでホール劇あらへんで流れちゃったんですね。あれなんでだったんだろうって結局分かんなくて、でもビッグマムってもちろん覇王色使えるし、その覇王色を使う状況ってやっぱその自分がすごいその覇気気合いっぱいあるよみたいな状況とか、戦闘バリバリするよみたいな状況の時だと思うんですよ。なんでその覇王色を戦う時はまとってるんで、並大抵の武装色じゃそれすら破れないからあいつはダメージ食らわんねんなみたいなことを思われとったと思うねんな。ちょっとごめん、今めちゃくちゃみんないいこと聞いたでしょ。多分これね、のすけさんたちナレキンメンバーのパクリなんですよ。すげえ自分の意見みたいにつら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 言ってたけど、言ってたよね、のすけさんたちね、それね。なん今日のその髪型、なんか売れない構成作家8年目みたいな。いやいや、誰のこと言ってんのよそれ。知らんけど架空の人物ですけど、はいはい。そう考えると僕ね、覇王色のまとうっていうのってすごいことじゃん。誰にもできるわけじゃないから、だからあんなに白ひげとロジャーもぶつかり合ってないけどバチバチみたいな、バリーみたいな、そう割れるほどなんか影響を及ぼすやんか。じゃあこれね、狙撃手が覇王色出して俺最強じゃねと結構思ってて。ほう。そうじゃあ仮にヤソップとかウソップが覇王色覚醒したら、これに覇王色まとうねん。確かにね。もう当たったらどうなんねんほんま。もう散るね。そうもう核爆弾みたいなバーン。いやそうなるね。空まで割れるね。そう怖くない？今なんか武器に武装色まとわすとか黒刀とかっていうのがすごい分かる。自分の能力がちゃんと剣にいくって、武器にまとわすこともできてるんだったら、ちゃんと遠距離の弾1個にも覇王色込められたら、滅ぶんちゃうと思って。確かにな、それが多分最強の飛び道具だと思うんだよね。そうですね。そうウソップみたいな、特に植物とかを操るポップグリーンとかね、もし覇王色とかいろんなものを混ぜこぜしたらどんだけ強いねんあいつみたいな。確かにな。でも覇王色はもしかしたら自分以外にまとえないのかもしれないですけどね。まだその辺分かんないんで。今回最強と言われる覇王色のそのまとうっていうことについてももっと喋りたかったんだけど、それよりもやっぱ気になるワード出てきちゃいましたよね。黄泉の国。そうやねんな。まずね、皆さんちょっと黄泉の国の解説をする前にこれを聞いて何の物語か当ててほしいんですけども、小人の国、巨人の国、飛ぶ島、死者を蘇らす国、不死の国、日本、馬の国。これ何か分かります？
これはですね、ガリバー旅行記。はい、正解です。実は僕たち、ガリバー旅行記ってワンピース密接に関係してるんじゃないかっていう説を、なんと、馬面ビデオさんをゲストに迎えた時にお話ししたんですよ。それが、こんだけも再生されてるんですよね。ありがとうございます。その頃から見てる方は、あ、それ知ってるよって思うかもしれないんですけど、ちょっと改めて説明すると、はい、この第1編、第2編、第3編、第4編の4章からなるんですけども、これほとんどワンピースに登場してる国なんですよね。そうなんですよね。例えば小人の国だったらどこでした？コンタッタですね。そうグリーンビットでしたよね。はい、で巨人の国って言ったらエルバフですね。エルバフですね。じゃあ飛ぶ島って言ったら空島ですね。そうこれラピュタって言われてるんですけど空島ですよね。じゃあ死者を蘇らす国って言ったらスリラーバークですね。そうですよね。死んだゾンビ兵が蘇ってルフィたちに襲いかかってきましたよね。じゃあ5個目の不死の国飛ばして日本、これどこですか？和の国なんです。和の国ですよね。で最後の馬の国だけ分かんないんですけど、その時にはラフテルが馬の国じゃないかみたいなことも言ってたんですが、馬面ビデオさんだけにね。あ、馬の国だ。馬だけに。馬だけに。俺ら二人の手柄やね。はい、まあ馬の国は一旦置いといて、はい、それ以外だったら唯一出てないのってどこの国かというと不死の国なんですよね。そうやね。そう不死の国ってそう SF になっちゃうんですよ、ここまで来ると。死なへんってことだからね。そうじゃあ俺は死なねえぜ相棒で有名な、ロジャーさん。ロジャーももしかしたら不死の国に滞在してる可能性があるんじゃないか。そうやねんな。そうじゃあね、なんでそう思うかっていうと、スリラーバーク編で読み読みの実の解説をしてる時にブルクがこういう風に発言してるわけなんですよね。私の魂は黄泉の国より現世に舞い戻ったのです。すぐに自分の死体に入れば蘇れるはずが、私の死んだこの海はご覧のように霧が深く迷ってしまいということで、ここで驚愕なのはこのブルクの魂あるやんか、喋っとんのよ。うめや。そうヨホーって言ってんのよね。そうっていうことはもう生きてるものと同じよね。確かに魂となって空中をただたださまようだけじゃなくて、ちゃんと自分で目がついてないけど死体を探してるわけだし、喋ることもできてるわけだから、もう生きてるっていうのと同じ。あの世界の魂屈強やね。ビッグマムのとこといい。そうそう完全に喋ってるやんっていう感じがあって、でね、その黄泉の国っていうのがいわゆるこの不死の国だと僕は考察してるんですよ、ワンピースのガリバー旅行記と照らし合わせると。じゃあ黄泉の国っていうのはその時にはなんかまあそんなあるんだな、読み読みの実ってちょっと面白いなって思っただけだけど、意外とたくさん出てきてるなと。それがね、やっぱり最新号1014話にも黄泉の国っていうのが出てきちゃってるんですよね。まあ確かにね。はい、それがどこで出てきたかというと、皆さんジャンパーの人見てないでしょうね。無論だ、和の国の夜明けは黄泉の国も届こうぞっていうふうに金右衛門がちょっと死に際かな、お菊に対して投げかけてるセリフなんですよ。和の国の夜明けは黄泉の国にも届こうぞ。もうこれ2つの意味でやばいの分かる？そうやねんな。1個は夜明けという単語、桃之助が今ね、そのおでん万有記とか見て夜明けの大事さとか分かってるし、おじいちゃんおばあちゃんなんか夜明けとかいろんなこと意味合いで大事なの分かってるけど、金右衛門がちゃんと夜明けっていう言葉を使っている、そして黄泉の国にも届こうぞ、黄泉の国があることが分かっていると。なんか常識としてある程度概念としてあるんやろね。そう僕たちが天国に行くっていう概念と同じかもしれないんだよね。もちろん天国とか地獄っていうのはちょっと抽象的な部分があると思う。いいことしたら天国行くからみたいなことって、死んだら天国行くみたいな言い方と似てると思いきや、黄泉の国って結構はっきり言ってんだよね。そうまあ我らが大好きな悠々白書でいうところの霊界に行くようなもんだと思うんでね。あそこってちゃんとした国や、なんかクーデターとかもあるし、まあ確かにね。そうだから人間が死んで魂とかになって精神状態のものが行き着く場所がゴールではなくて、それは一つのなんか行き先の一つなんだと。なるほどなるほど。場合によってはその地獄や冥界とかいろんなものがあるみたいな概念ね。そうすると最近やたらとエヴァンゲリオンとか、僕が最近見てハマったコードギアスかなんかもちょっとやっぱ抽象的に精神世界みたいなこと描かれてる。確かにね。みんなが一つになる、平等になるみたいな。そういう黄泉の国っていうのはどういう描かれ方をするのか分かんないけど、僕黄泉の国編っていうのがあると思ってるんですよ。そうルフィたちが黄泉の国を冒険するって話があって、僕はめちゃくちゃ興奮してるんですよ。じゃあそこで麦わらの一味って今人名まで加えて大事な人をそれぞれ失ってること皆さん気づいてます？そうですっけ？はい。まずルフィはエース。そうですね。ゾロはクイナ。ナミはベルメール。ウソップはお母様バンキーナ。サンジはソラ。チョッパーはヒルルク。ロビンはサウロ。フランキーはトムさん。ブルックはヨウキ船長。ジンベエはタイガーということで、それぞれ身近にいる大事な人を失ってるわけじゃないですか。もう親代わりとか親が失ってるんだよね。確かにね。そうなったらこの亡くなった方たちどっかで再会させたいなと思うんですよね。
そう小田先生は死んだ人間を生き返らせないってのはちゃんと言ってるやん。生き返らせるんだったら最初から殺さないみたいな。そうですね。そうでも自分たちがそっちに会いに行くんだったら生き返ってるわけじゃないから、なるほど。僕は逆転の発想としてありだと思ってるんですよ。じゃあその中でこちらの画像をご覧ください。こちらとある回のジャンプの表紙なんですけど、なんと死んだはずのロジャーおでんと真ん中にルフィが宴してるんですよね、乾杯して。なるほどなるほど。これは決して夢物語ではなく、今後描かれるシーンのワンシーンじゃないかと。そう黄泉の国に行った時に改めてこの3人で飲み交わすシーンがあってもおかしくないなというふうに思っております。なるほどね。どうですか今のところ。いやー、だから俺は死なねえぜだったんだなっていうことですし、さらにね、おでんもこういう風に言ってるんですよ。おでんが捕まっちゃいましたよね、謀反を起こして。でその時に檻に入れられた時にこう言ってるんですよ。頼むぞその刀を子供たちにってことでね、その閻魔とかをその時に託すんですけど、悲しくないのか死刑だぞっていう時に、なんと旦那が今から死刑になるのに笑ったんですよ、奥さん。サイコパスって思いきや、そうやな。そうあなたは死なないでしょって言ってる。わはは、さすが俺の妻ということで、奥さん最愛の人が笑ってあなたは死なないでしょって言って、別に気が触れたわけじゃ多分事実だと思うんで。なるほどね。どうせ黄泉の国にいて楽しくやるんだろお前はと、私もすぐ行くから楽しんどいてねみたいな、そういう余裕さが伺えるやんか。なるほどなるほど。じゃあ黄泉の国は存在することは確定なんですよ。だってブルックが行ってるんやから一回。確かにね。舞い戻ってきたんだから行っとんすよ。どんな場所か知らんけど。なるほど。じゃあ行く手段が誘白みたいになんか気絶してふわって霊体が抜ける瞬間あるやんか、こんな感じで出るわけですよね、っていうような展開にワンピースもなればちょっと SF チックにはなっちゃうんだけど、すごく僕らの見たい展開になるなと。そうですね。見たくない？ちゃんとねある程度達成した時にナミがベルメールさんに会ったりとかエースともう一回会えたりとかする光景って、ヒルルクとチョッパーが泣いてまいそうやな。そうやねんな。いや絶対そういう泣ける展開ってくるなっていうことで、僕の中ではワノ国、今盛り上がってんだけど、黄泉の国編を盛り上げるために今命の大事さみたいなのをバンバン出してんじゃねえのかなっていうふうに思ってるんですよ。ペトロとも会えるんかな。なくなってるのもう確定ですか？いや分からんけどで最新話の中で桃之助がおでんの公開日誌を読んだ時に、拙者は死んではならんようだっていうセリフを残してるってことは、多分今じゃないってことなんだよね。そうね。勘十郎が変身したおでんに騙されたりという展開があったわけですけども、やっぱりおでんを実の息子の前に偽物として表せるのってめちゃくちゃ残酷やんか。そうですね。そうだから俺はこの和の国の戦いが終わった後にちゃんと桃之助にご褒美として本場のお父上に会える機会があると思ってるんですよ。なるほどね。黄泉の国編でね。大体こう言われてるのって次やっぱ勇敢な海の戦士っていうことで、次のウソップの目標を達成させるためにエルバフ編が始まるって思いそうなんだけど、黄泉の国編っていうのはその前後に僕は入るんじゃないかなってうすら思ってるんですよね。なるほど。はい、いかがですか？いやー、これはかなり面白いし、実際そのおでんと、TOKIO のその会話僕覚えてなかったんで、なるほどなと思ったのと同時に、これ黄泉の国行った後に、その後天国があるか地獄があるかってのは分かんないんですけど、現段階で。でも僕らの好きな悠々白書やったら、実際地獄とかあるわけじゃないですか。で地獄にも階級があったりとかするわけで、仮にそれと同じとするならば、このおでんの刀、閻魔っていう、この地獄のね、国取り合戦する対象の閻魔さんと、で、もう一人この雨の幅切りっていう、なんか天って書いてるやつと、この天国と地獄のような刀を2頭持ってたことも、もしかしたらとんでもない伏線なんちゃうんかっていうことを思うんですよね。そうだね。それを匂わせる描写はあるくせに、ワンピースの中では天国と地獄ってあんまり出てこないですよね。そうですよね。言葉として出てくるし、ここは地獄じゃあるめえしとかっていうのはあるんだけど、確かに確かにあんまりその抽象的すぎちゃうじゃん。そう。でもなんか今回の黄泉の国っていうのは具体的な国名なんでもなんか確かにワンチャンレベリー参加すんちゃうみたいな。黄泉の国特防隊とかおるんかな。年間特防隊の大竹隊長が裏切るからあいつまたクーデター起こすみたいな。令和で大竹の話してる多分俺らだけやで。すごいね。バリバー旅国とこんなにシンクロしてることを意外と最近クワイちゃんを見てくれた方は知らなかったんじゃないですか。確かにね。一応ね、普通の考察の一つとして、頭の隅に入れておくと面白くなるかもしれません。そうですね。いやー、ヒルルクとチョッパー会った時に、だから言っただろ死なねえってみたいな感じで出てきたら泣いてまうな。そうだってさ、そもそもね、小田先生がスタンピードになった時
エース出したやんか。どうした？そう、別に小田先生がエースを出したいなんてああなって描写があるわけじゃないでしょ。あれは盛り上がったけども、見た後にね、よかった、僕ならもっと面白いものが作れますっておっしゃったじゃないですか。じゃあエースとかが出てあれを超えるための演出って言ったら、もうルフィが直接エースに会う瞬間だと思うんだよね。幻じゃなくて、それはスタンピードを超える面白さだと思うんだよね。確かにな。そう思ったら黄泉の国編俺めちゃくちゃ熱望してんの。確かにね。いや、もしかしたらね、もう本当黄泉への道みたいなのもあるかもしれないですからね。そうそこで死者に聞くことによって謎が解けることまでは、ゾロがクイナと対面した時、私実はあの時階段で死んだんじゃないのみたいな闇深いエピソードがあったり。なるほどなるほど。そう長年言われた下月村の階段が一番最強説を覆すようなはい伏線の回収があるかもしれないしこの階段最強説っていうのはですね、ワノ国って新世界にあるじゃないですか。で、イーストブルーの階段やったら多分クイナは知らなかったんですけど、イーストブルーで育った体で新世界にあるレベルの階段で頭を打ったため、死んでしまったっていう、ワノ国の大工が一番最強じゃないかと言われたりするんだけど、そうで、僕の大好きなドラクエ5とかでも過去に移動して過去の自分の様子を見たりとか、過去の自分が道具を交換してもらうようなイベントがあったりするし、いろんな漫画とかアニメでも過去のものを見てその時の様子を知れるみたいなのがあるじゃん。サイコメタルエイジとかもここで触れてなんか過去を見たりとかするんだけど、小田先生って多分過去には行かない気がするんだよな。未来には時々なみで飛んでいくんだけど、でも過去っていうものをどうしても飛ばしたい時にはやっぱり黄泉の国っていうものを作って、過去の死んだ人にその時の様子を過去回想として描かせることが一番僕は合理的だなと思う。なるほど。そういう手法を取ってくるんじゃないかと僕は推測しております。すごい。はい、動画以上となります。今日の動画面白かったりします。高評価してください。ありがとうございます。もうワンピース楽しすぎるね。いや、もうすごいね。今日でさすがにジャンプの深掘り動画終わります。また明日から通常のね、動画に戻りますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、コメント欄に感想待ってます。おーす。はい、そして僕たちね、ちょっと言うの忘れちゃったんだけど、30万人ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんのおかげでね、一つのなんか区切りまで到達したいね、これね。いやー、そうですね、30万人。長かった。ねえ、YouTuber の全体の中の 3% 未満というふうに。もっとか 3% が10万人って言われたから 1% 目のところかな。もうすごい。ありがとうございます。だからね、本当にもう僕はもう新世界に来たんだよ、一緒に。そうですね。こっからですよ、まだ冒険は。もうワンピースをね、これからも一緒に読んで楽しんでいけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは See you。 バイ。小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい、動画全開。クルーのみんなで盛り上げて、 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。